皆さん、こんにちは。陽介です。いつもこのチャンネルを見てくれてありがとうございます。今日は少しだけ私自身の決意表明をさせてください。実は私にとっての第二言語である英語学習を本格的に始めることにしました。もちろん皆さんは日本語を学んでいる方が多いと思いますが、私も英語を流暢に話せるようになりたいと真剣に取り組む決意をします。学ぶ言語は違うけど、語学学習をしている者同士、お互いに励まし合って頑張っていけたら嬉しいです。実は5年ほど前に転職を考えたことをきっかけに英語学習を再開したのですが、正直に言うと、これまではなかなか本格的に継続することができませんでした。仕事が忙しかったり、モチベーションが続かなかったり、何をどう勉強すればいいか迷ってしまったり、皆さんも同じような悩みを感じたことがあるかもしれませんね。でも今回はしっかりと目標を立てて具体的なプランを作ってそれを毎日実行することにします。語学学習は一朝一夕では身につかないもの。まさに皆さんが日本語を学んでいるのと同じように私も日々の努力を積み重ねていこうと思っています。さて、私が考えた英語学習プランをご紹介しますね。語学学習を成功させるために大事だと考えていることが3つあります。それは、まず、学ぶ目的を明確にすること。次に、学習時間を確保すること。そして、モチベーションが続く環境を整えることです。この3つが揃って初めて語学学習は効果的に進められると思っています。まず、私が英語を学ぶ目的は、英語で日本語を教えられるようになることです。日本語を学びたいと思っている世界中の人たちに英語を使ってもっとわかりやすく日本語を教えたいんです。皆さんも日本語を学ぶ理由や目標があると思いますが、その目的があるからこそ語学学習は続けられますよね。目的が毎日の語学学習の原動力となります。目的を明確にしましょう。次に、学習を続けるためには何よりも時間の確保が大事です。忙しい毎日の中でどうやって学習時間を作るかって結構悩みますよね。私もそう感じていたんですが、今回は毎日1時間半はしっかりと机に向かって勉強し、さらに1時間半は隙間時間を活用して学習するというプランにします。まず1時間半の勉強時間は朝のルーティンに組み込むことで確保し、シャドーイングと単語やフレーズのインプットに取り組む予定です。シャドーイングにはシャドテンというアプリを使いたいと思います。このアプリでは毎日自分の声を録音し、
それを提出することで発音のフィードバックがもらえるんです。これを毎日30分以上行い、リスニング力と滑らかな発音を身につけたいと思っています。月々2万円かかりますが、覚悟を決めて無駄にしないよう毎日続けていきます。その後、残りの時間を使って単語やフレーズのインプットに取り組みます。やっぱり最終的には語彙や表現をどれだけ知っているかが重要ですよね。さらに隙間時間の1時間半はリスニングに集中します。具体的には娘の送り迎えの時間や料理をしているとき、家事の合間などを活用します。耳を使うだけなので、運転や料理をしながらでも学習できるのがリスニングの良いところです。特に YouTube では英語学習者向けの教材がたくさんあるので、それを利用しようと思います。ただし、他の興味ある動画に気を取られないように気をつけます。皆さんはぜひ私の動画をながら学習に使ってくださいね。さて、そして最後、モチベーションを維持する環境を整えるために、毎日の学習進捗をインスタグラムでシェアすることにしました。どんな勉強をしたか、どれくらい進んだかを報告することで、自分にも良いプレッシャーがかかるし、フォロワーから応援も受け取れると期待しています。そして今年の大きな目標は、年内に TOEIC で900点以上を取ることです。ちなみに前回受けた時は755点だったので、これから毎日コツコツと積み重ねていきたいと思っています。TOEIC のスコアを上げることで、英語力をさらに磨き、英語で日本語を教える力を高めていきたいです。皆さんも日本語学習で目標を持って頑張っていると思います。お互いに目標に向かって一歩ずつ進んでいきましょう。もし目標があれば、ぜひコメントで教えてください。もちろん、このチャンネルの動画の更新は続けていきますので、ご安心を。効果的な勉強法で日本語学習にも活かせそうなものがあればご紹介させていただきますね。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。毎週月曜日、水曜日、土曜日に動画を更新していますので、この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価、友人へのシェアをよろしくお願いします。コメントもいただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。